皆さんこんにちは。フレーム東京の石川です。写真家はなぜその焦点距離を選ぶのか。35ミリが万能だからなのか、50ミリが自然だからなのか。でももし焦点距離はレンズの性能ではなく写真家の世界との距離感の結果だとしたらどうでしょう。今回は35ミリを使うアレックス・ウェブの写真集ザ・サファリング・オブ・ライトを見ながら焦点距離とは何かを考えます。彼の写真を見ていると前景に人物、中景に別の出来事、奥では光が壁を切り裂く。画面の中に同時に複数の物語が存在しています。整理されていない、単純化されていない。なぜ彼の写真はこうなるのでしょうか。若い頃、彼は自分の写真に行き詰まりを感じました。当時は白黒で撮影していましたが、どこか距離があり、感情の強度が足りないと感じていたようです。そして彼はハイチへ向かいます。そこで出会ったのは社会の緊張、感情の濃度、そして苛烈な光。美しさと暴力、希望と不安。それらが同時に存在する現実。その経験が彼の写真を変えました。彼は理解します。現実は単純ではないということ。ならば写真も単純である必要はない。彼は世界を整理しなかった。削らなかった。説明しなかった。一つの意味に閉じ込めなかった。彼は曖昧さと複雑さをそのまま受け入れたのではないでしょうか。彼の作品によく見られるレイヤー構造は技巧の孤児ではありません。彼は場の全体を感じ、何かが起きそうな場所に立ち、そして待つ。前景、中景、背景が自然と重なる。それは作られた混沌ではなく、現実の構造への反応。彼が見ている世界がそうでできているから、写真もそうになる。ここで焦点距離です。彼は長年35ミリを主軸に使ってきました。50ミリならもっと整理ができる。28ミリならもっと劇的にできる。しかし彼は35ミリ。なぜでしょうか。彼は近づきます。ストリートの中心に立ちます。しかし一人の人物だけを主役にしない。彼は関わります。しかし周囲の関係を切らない。彼は光を強調します。しかし物語を
決定しない。つまり彼の距離感は世界の関係性を切らない距離。画角を狭めれば背景が消える。広げれば関係が誇張される。彼はそのどちらも選ばなかった。35ミリは人物に近づきながら環境を残せる。中心を作りながら周囲を消さない。削りすぎない。誇張しすぎない。複数の出来事を一つのフレームに保てる。彼は35ミリを選んだのではありません。世界を単純化しなかった。その結果、35ミリが彼の距離になったのではないでしょうか。焦点距離は単なる数値ではありません。それはどこに立つのか、どこまで近づくのか、何を含め何を削るのかという態度の表れかもしれません。彼は関係を切らない距離で世界に立った。焦点距離とは世界との向き合い方の距離。アレックス・ウェッブは関係を切らない距離で世界に立った。だから35ミリになった。焦点距離は選んでいるようで、あなたの立ち位置を映しているのかもしれません。あなたはどんな距離で世界に立ちますか？最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画で。フレーム東京の石川でした。